ディアトロフ峠事件。ソビエト連邦のウラル山脈を登山していた男女9人が不可解な死を遂げた未解決事件だ。1959年、ウラル工科大学の学生が登山資格グレード3の取得を目指し、極寒のウラル山脈へと足を踏み入れた。彼らのリーダーはイーゴリ・ディアトロフ。彼を中心としたグループは全員が登山経験豊富で、過酷な気候にも耐えうる訓練を受けていた。目的地はホラート・シャフィルと呼ばれる山、マンシ族の言葉で死の山とされる場所だった。本来ならば旅の終わりに電報が大学に届くはずだったが、その連絡は来なかった。心配した大学関係者は捜索隊を結成したが、2月26日、雪に埋もれたテントが発見される。発見されたテントは調査で取り出された際、内側から切り裂かれていたという。テントから伸びる足跡は深い雪へと消えていく。テントと林の間には3人が倒れており、そこから数百メートル離れた林では暖を取ろうとした形跡があり、2体の遺体が横たわっていた。そして残りの4人は林から数十メートル先の小川のある崖で見つかった。積雪の中、なぜか薄着のまま発見された者もおり、足元も裸足に近かったという。中には頭蓋骨の骨折、肋骨の損傷、眼球や舌を失った遺体も存在し、野生動物の影響や腐敗の進行という見解もあるが、真相は凍てつく静寂の中に封じられている。発見された衣服の一部からは通常では考えられない放射線が検出された。この放射線量は自然界の2倍程度で、なぜ雪山で放射性物質の痕跡が残っているのか。それは自然由来ではなく、明確に人為的な何かを想起させた。専門家の一部はそれが都市部でも見られる程度のものだと語る。だが山奥の雪原にその痕跡が残っていたという事実が何よりも奇妙だった。彼らは互いの服を交換していた形跡もある。寒さに耐えるためか、それとも別の理由か。そしてオレンジ色に変色した皮膚と白くなった髪、太陽にさらされ続けた結果だという説もあるが、それだけの理由で説明が果たしてつくのだろうか。テント内に残されていたカメラには、事件直前に撮影されたとされる謎の写真があった。通称フレーム34と呼ばれるカメラの最後のコマには、夜空に浮かぶ光の軌跡が映っている。この謎の光に関しては、地元のマンシ族が空に光る玉を見たと証言しており、話す内容とも一致していた。偶然だったのか、それとも彼らは何かを目撃してしまったのか。彼らが持っていた必要以上の数のカメラ、それは登山の記録ではなく、記録しなければならない何かを追っていたのではないだろうか。2020年、ロシア当局は雪崩による事故が公式な死因だと発表した。しかしこの説には多くの疑問が残る。まず、テントを内側から切って逃げる必要があったのかという点。通常の雪崩であればテントごと押し流されるか、外側から潰されるはずだ。発見時、テントは雪で埋まってはいたものの、内側からの破損以外は見られず、足跡も残っており、テントの横に立てられていたスキー用具もそのままだった。さらに雪崩は傾斜30度以上で発生することが多く、この一帯は傾斜15度で雪崩の起こりやすい地域ではないという主張がある。そして致命傷を負った者が4人もいたにもかかわらず、彼らの外傷には表皮の破れが少なかった。どうだろう、君はこれを本当に雪崩だけで説明できると思うだろうか。この事件をさらに不気味にしているのが、遺体発見の時期とその状態だ。最初の5人が見つかったのは2月末だが、残る4人は3ヶ月後、雪解けが進んだ5月に谷の底でようやく発見された。彼らの遺体は自然にできたものではなく、意図的に掘られた雪道の中に身を寄せ合うようにして倒れており、組織的かつ切迫した行動の痕跡が感じられた。内部には木の枝が敷かれ、まるで寒さをしのぐための避難所のようだったという。彼らが着ていた衣類の一部はすでに死亡していた仲間のものであり、寒さをしのぐために共有した可能性があるとされる。
しかしその一方で不自然な形で剥ぎ取られた跡も確認されており、死亡後に取り外されたのではないかという見解もある。そしてもう一つ不可解なのは事件後のソ連当局の対応だ。事故とされたにもかかわらず、調査資料は長年封印され、関係者による証言も制限されたままだった。当時の地図を確認すると、現場付近は軍の飛行試験ルートと重なっており、同時期にミサイルや航空兵器の極秘実験が実施されていたという記録もある。加えて彼らが所持していた異常な数の撮影機材にも注目が集まった。通常の登山にしては過剰な量であり、一部では何かを記録するための任務だったのではとする説もある。ウラル山脈で一体何が起きたのか。テントの内側から切られた裂け目、装備を持たず雪原を歩いた痕跡、損傷の激しい遺体。それらは通常の遭難とは異なる不気味な違和感を残している。衣服に残された放射線、変色した皮膚、白くなった髪。登山では説明しきれない要素の数々は何らかの人為的要因を思わせる。そして最後に撮られた空の光。彼らは何かを見ていたのではないだろうか。現場周辺で軍の飛行試験や実験が行われていたことから、彼らは自然ではない何かから身を隠そうとしていたのかもしれない。数々の矛盾と沈黙。それは偶然ではなく、何かを覆い隠す意図の結果ではないだろうか。語られなかった真実は、時に沈黙の中で最も多くを物語る。声なき証拠、記録されなかった瞬間、意図的に伏せられた背景。真相が遠ざかるほど人は謎を追い求めずにはいられない。だが今回、私たちはいくつかの断片を手に入れた。この断片が次の謎とどこかでつながっているとしたら、次回も解かれぬまま封印された事件の扉を開くことになる。またそこで会おう。